どうもベルです。今回はドゥームスデイで初等レイドのマッチングが発表されたので、今回の初等レイドの勝敗予想と事前解説をやっていこうかなと思います。前回もこの事前解説の方をやったんですけど、前回も結構面白いマッチアップでしたね。ただ、もう今回はもう過去一面白いマッチングになってます。G1 から G4、もう全部、もうどうなるかわからない。もうそれくらい面白いマッチングです。もう観戦するだけでもうめちゃめちゃ楽しめると思いますので、もうぜひ、今回の動画をもとに、今回も初等を、皆さんと一緒に、楽しんでいけたらなと思います。では、早速見ていこうと思うんですけども、今回は、G1 から G4 を、見ていきましょう。で、まずは G1 からですね。で、今回の G1、私、パッと見たときは、ROK 無双かなと思ってたんですけど、今回はそうではありません。今回の G1 は、王者 ROK 対、これまで ROK と戦って、苦汁を飲まされたブーン陣営のオールスターチームです。これまでって、もう毎回 ROK 勝ってたんですよ。DHX にも勝って、新時代の覇者連合にも勝っていって、もうブーンにも勝っていって。でも現状、単独で ROK を止めれるチームはありません。で、そうなった時にどうするか。単独で勝てないんだったら、組めばいいんですよ。で、今、このゲームには、世界の二大陣営があって、ROK と HNB 陣営と、DHX とブーン陣営。世界の上位チームは、もう大体この二つの、陣営に、属しているか、もしくは、潜在的に属しているか。そのような形になってます。これは相互にメリットがあって、トップチーム側は、ちゃんと戦力になるチームと、初等で組むことができたり、相手陣営と、ガチ戦争をするときに、援軍呼べるっていう、メリットがしっかりあって。で、逆に、陣営に属してる側は、初等とかで、同じチームになったら、絶対的な仲間になりますし、今の上位体って、もう孤立したら、一方的にボコられるだけになっちゃうんですよ。なので、しっかり、相互にメリットがあるのかなと思います。で、あとは、今って、基本初等だけなんですけども、もっと、今後、大規模なイベントが来た時に、孤立しちゃったら終わりなので。ただ、末端は別に末端同士仲良かったり、DHX は DHX で、単独行動路線だったりも、するんですけど、そんな話は、置いておいて。で、今回は、ブーン側が、もう ROK を倒すために、SSI に、ブーン陣営の主力や、明確に、チームとして、ブーン側ではなくても、これまで ROK に苦汁を飲まされたメンバーが SSI に集結しています。もう本当にオールスターチームです。こちらに、ジェイドの、あって SSI ですね。メンバー一覧、見ていこうと思うんですけど、リーダーが今回エースで、ブーンから、サムエルとか、レッドブルとか、ノムとか、ヘラとか。あとはエリーも、もともと SSI ですけど、いたりして、で、R さんに、クラウサーとか、クリスとか、あとは日本人で、K さんとか、マーボさんとかもいますね。これもう全部言っちゃうと多すぎるんで、全部は言わないんですけど、その他にも、私がもう個人としてボコられた経験がある人、何人かいますね。リヴァイとか、ジョン・ウィックとかなんですけど、で、これ、やばいのが、R さんだけじゃなくて、R2にもめっちゃ強いの揃ってるんですよ。もうほんとメンバー一覧見ると、もうスタープレイヤーが揃いに揃ってるので、もう正直、豪華すぎるので、もうぜひ、ご覧いただければと思います。
そして、王者 ROK、強いです。もうめちゃめちゃ強いです。もうここは、ほんと、みんな揃ってみんな強いです。そして、なんと言っても、この ROK の強みって、連携力なんですよ。すぐに主力部隊が集まって、もう盤面ひっくり返すので、戦力の合計としては、世界中から集結したこともあって、SSI の方が上だと思うんですけど、どうしても、これまで長く一緒にプレイしてきてるわけではないので、みんながみんな。連携はどうしても ROK に分があるのかなと思います。また、派閥分けなんですけども、クリムゾンに、ROK と仲良しの、147A が、いますので、なおかつあれですね。ROK と、直接関係はないんですけども、HNB との、同盟になって、すなわち、潜在的に、ROK と、同盟関係にある、LM4S っていう同盟もありますので、よほどのことがない限り、ゴールドと、クリムゾンでの派閥。そして、ジェイドと、アジュールで派閥を組んでいく形になるのかなと思います。純粋な戦力の SSI が勝つか、もう連携の ROK が勝つか。もう戦ってみないことにはわからないですし、激アツな戦いになることを、間違いなしなのかなと思います。多分ほんとここって、どっちが勝つかって、結構予想してる人多いと思うんですけど、だいぶ分かれると思うんですよ。個人的には、SSI に勝ってほしい気持ちはあるんですけど、ただそれでも、ちょっと ROK の連携力本当にやばいのは、もう身に染みて感じているので、あの、個人的には ROK が、勝つのかなと思ってます。ただ本当に面白い戦いになると思いますので、ぜひご注目いただければと思います。では、次に G2 ですね。で、ここも面白くて、DHX 対 HNB です。もうここはほぼ互角の戦いになりますね。で、ここは、アジュールに、HAO という、結構強い同盟が今回あって、ここって、僕が知らないだけだったら申し訳ないんですけど、明確にどっちに属しているとかはなかったと思うんですよね。こちらの同盟ですね。で、なので、ハオがついた方が勝つ可能性っていうのは、個人的に高いのかなと思います。ただ、DHX と HNB の、主力の動き次第で、勝敗が決まる場合も、もう全然あるというか、その可能性が高いので、今回の G2 も、かなり、注目なのかなと思います。では次に、G3 ですね。G3、ちょっと今回スクロールしなきゃいけないんであれなんですけども、こちらですね。で、この G3 なんですけど、ここはもう群雄割拠です。で、ゴールドに BOD、ジェイドにラス、アジュールにライオン、クリムゾンにエビルと、もう強い同盟揃ってますね。もうどこも強いです。ただ、個人的には、ラスが頭一つ抜けてるのかなと思ってます。BOD の強さも、ライオンの強さも、しっかりボコボコにされたことがある身としては、重々承知してるんですけど、ラス、やっぱり強いです、ここは。戦闘面での持久力が、もう違いすぎるので、なので、個人的には、ラスがいる方の派閥が勝利すると思ってるんですけど、でも全然、どうなるかわかんないのも、事実なので、こちらもぜひ、ご注目いただければと思います。では、次に G4 なんですけども、ここも実は結構面白いです。構図としては、ブーン対 BTW になるんですけども、
本来、この二つの同盟って、主力が全員揃って、全力でぶつかり合ったら、もうブーンが圧勝します。ただ、ブーンの主力が、今回 G1 のために SSI に移籍してるんですよ。なので、もう戦力的には、もう2割3割の状態です。もちろん、もう今の状態でもめちゃめちゃ強いんですけど、今の戦力だと BTW の方が上なのも、また事実なので。ただ、今回、アジュールに、ブーン陣営の NWO がいるんですよ。ちょっと今 BTW 開いちゃったんであれなんですけども、こちらアジュールですね。こちらの NWO ですね。で、ここも、しっかり強いチームで、このマッチングだと3番手に入るチームなんですよ。で、おそらくなんですけども、おそらくというかあれですね。NWO と、ブーンって昔から関係深くて、関係値が、ちゃんと築いているチームなので、NWO が BTW 側につくことって全然考えられなくて。なので、ブーン NW 連合対、BTW の、構図になっていって、かなり面白い、マッチアップになるのかなと思います。はい。ということで、今回の初頭レイドの、事前解説は、以上になるんですけども、今回は、G1 から G4、すべて、かなり熱い戦いになるのかなと思います。個人的には、今回は G1 が、もう一番激アツな、戦いになると思いますので、ぜひ、ご注目いただければと思います。また、観戦していく上で、どこが勝つか、事前に予想しておいて、的中するかどうかを、楽しむのも一興だと思いますので、ぜひ、ご自身のマップと合わせ、観戦の方も、楽しんでいただければなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。初頭レイド終了後に、前回同様振り返りもやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。